先生は鬼？こんにちは。私の名前はつむぎ。みんな、どうぞよろしくね。大変だ、つむぎ。新しい先生の話を聞いたか？どうしたの？そんなにびっくりして。今日から新しい先生が来るんだ。このクラスを教えるらしい。私も聞いたよ。先生が変わるんだよ。名前は律先生だって。律先生ってどんな先生？律先生は人じゃない。人じゃない？じゃあ何？鬼だよ。本当？鬼なの？鬼は人を食べるんでしょう。アニメで見たよ。律先生は私たちを食べるの？怖いよ。助けて。タケは男でしょ。しっかりして。みんな静かに。先生が来たよ。皆さん、おはようございます。今日からこのクラスを教えます。リツです。リツ先生と呼んでください。律先生は人ですか？それとも鬼ですか？ちょっと、すぐに聞かないでよ。失礼でしょ。面白い質問ですね。私は皆さんが宿題を忘れたとき、鬼のように怒ります。やはり先生は鬼なんだ。セブンちゃん、それは違うよ。鬼のように怒るは、とても怒るという意味だよ。本当に鬼になるわけではないよ。つむぎさん、その通りです。よくわかりましたね。鬼のように怒るは日本語の言い方です。とても怒るという意味です。皆さんは私が人なのか、それとも鬼なのか知りたいんですか？はい、知りたいです。鬼滅というアニメを見たことがありますか？はい、見たことあります。映画も見ました。そのアニメではどんな鬼が出ましたか？鬼が人を食べてました。鬼はとても強かったです。なるほど。他に何かありますか？わかった。先生は鬼じゃない、と思います。どうして？だって、鬼は太陽が嫌いでしょ。今は昼間、太陽が出てる。律先生は、元気に話をしている。つむぎさん、その通り。私は太陽が嫌いではありません。だから私は鬼ではありません。律先生が鬼じゃなくてよかった。律先生は人なんだ。よかった。先生に質問があります。
宿題を忘れたら怒りますか？鬼のように怒りますは嘘です。本当は優しい先生ですよ。生徒を怒りません。そうなんだ。よかった。僕は宿題をいつも忘れます。何？あなたは宿題をいつも忘れる？鬼だ。